ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、ネットフリックスと超大物映画監督の激しい対立の話題についてよ。現在、ネットフリックスの共同 CEO であるテッド・サランドス氏が、アバターなどのメガヒット作を手掛けた大物監督、ジェームズ・キャメロン氏に公然と反論し、ハリウッド全体を巻き込む大騒動になっているの。今日は、ネットフリックスによるワーナーブラザース・ディスカバリーの買収案をめぐる両者の対立、そして映画館の存続に関わる劇場公開計画の攻防について徹底的に解説していくよ。ほネットフリックスのトップとアバターのおじさんが大喧嘩しとるとね。なんかすごい組み合わせやけど、要するに金持ち同士の覇権争いやろ。どっちも金にがめつそうやけん。ドロドロの泥仕合になりそうやね。もう、葵は相変わらず口が悪いんだから。でも、葵の言う通り、この衝突は、ハリウッドの最新の巨大合併劇における掛け金がいかに高くなっているかを浮き彫りにしているの。事の発端は、キャメロン監督が、ネットフリックスによるワーナーブラザース・ディスカバリーの買収案に対して、強い警鐘を鳴らしたことがきっかけで、それを受けて、ネットフリックスのサランドス CEO が、キャメロン監督は、ストリーミング大手の劇場公開計画に関する誤情報の拡散を助長したと、激しく非難したの。誤情報の拡散ってネットの陰謀論者みたいな言われようやね。天下のキャメロン監督に向かってそこまで言うなんてよっぽど腹に据えかねとるんやろね。でも、どこでそんなバチバチにやり合っとると？サランドス氏は FOX ビジネスネットワークの経済番組ザクラマンカウントダウンに出演した際にキャメロン監督の最近の批判について言葉を濁さずにテレビの電波を使って堂々と名指しで批判したんだよ。公共の電波で名指し批判って大人げないというか余裕がない証拠やね。相当焦っとるんやない？それで、サランドスのおっさんは番組でなんて言ったと？サランドス氏は、私は、特に、ジェームズが、この取引に関して何ヶ月も続いているパラマウント社の偽情報キャンペーンに参加することを選んだことに驚き、失望している、と語ったの。ちょっと待って。なんで、ここでパラマウントが出てくると？ワーナーの買収の話やろ？パラマウントって、あの映画の最初に出てくる星が飛んでいく山のマークの会社よね。鋭い指摘だよ、葵。実は、サランドス氏が番組で発言したのは、キャメロン監督が政治家宛てに出した書簡への返答という意味合いがあったの。キャメロン監督は、ワーナーブラザースとの争いにおいて、パラマウントの対抗的立場を支持する書簡を政治家宛てに送っていたの。なるほどね。つまり、ネットフリックスがワーナーを飲み込んだら、自分たちの立場が危うくなるけん。パラマウントがキャメロン監督っていう超大物をみこしに担いで政治家にまで圧力をかけさせとるってわけね。政治家の裏工作みたいでハリウッドの裏側は真っ黒でえげつなかね。キャメロン監督は政治家への書簡の中でネットフリックスによる映画館の買収は劇場公開に悪影響を及ぼし業界全体で雇用創出につながる可能性があると警告していたの。でもサランドス氏はこの主張に明らかに異議を唱えているの。劇場公開に悪影響って具体的にどういうこと？映画館で映画が見られなくなるってこと？そこがジェームズ・キャメロン監督とネットフリックスの論争における中心的な争点の一つで、それはズバリ劇場公開期間に関するものだよ。劇場公開期間？映画館で上映しとる期間のこと？それがどうかしたと？キャメロン監督は、もし、ネットフリックスがワーナーブラザースを買収したら、最終的にワーナー作品の劇場独占公開期間を縮小する可能性があると示唆したの。今までなら映画館で何ヶ月も上映していた大作映画をすぐにネットフリックスでの配信に切り替えてしまうんじゃないかってね。ああ、なるほど。映画館からしたらお客さんを呼べる看板映画がすぐにネットで見られるようになったら誰も高いお金払って映画館に来んくなるけん。死活問題やね。で、ネットフリックス側はなんて言い訳しとると？サランドス氏はこのキャメロン監督の見解に強く反発したの。17日間の猶予という言葉を私は一度も口にしたことはありません。だから、それがどこから来たのか、なぜ彼がその機会の一部になったのか、私にはわかりません、と反論したんだよ。17日間？なんで急にそんな具体的な数字が出てくると？キャメロン監督側や反対派がネットフリックスは劇場公開をたった17日間に短縮しようとしていると主張していたようなの。でも、サランドス氏はそんな数字は一度も言っていないし、この主張はパラマウントのロビー活動に関連した混乱、もしくは意図的な宣伝行為であると主張したの。
パラマウントが流したデマにキャメロンが踊らされとるだけやって言いたいわけね。でも、火のないところに煙は立たんって言うやろ。ネットフリックスが今まで映画館を大事にしてこなかった過去があるけん、みんな疑っとるっちゃないの？葵、そこがすごく重要なポイントなの。歴史的に見て、ネットフリックスは自社オリジナル映画に長期にわたる独占劇場公開期間を設けることはほとんどなかったの。ネットフリックス制作の映画のほとんどはストリーミングプラットフォームで直接公開されるか、あるいは短期間で限定的に劇場公開されるかだけなのよ。短期間ってどれくらい？多くの場合、わずか1から3週間で、これは純粋な興行収入狙いというより、アカデミー賞などの賞の獲得条件を満たしたり、早期の話題作りを目的としているからなの。やっぱり、普段から映画館をコケにしとる実績があるんやね。そりゃあ、ワーナーみたいに昔から映画館で対策をバンバン当ててきた会社を買収するってなったら、映画関係者がワーナーの映画もスマホ直行にされるってビビるのも当たり前ばい。その通りだよ。この実績があるからこそ、買収が進んだ場合、同社が最終的にワーナーブラザースの伝統的な大画面映画制作パイプラインをどう扱うかについて、一部の映画制作者や劇場経営者が依然として懐疑的な理由となっているの。ネットフリックスからすれば、自分たちの月額課金のサービスに人を入れるのが一番儲かるんやけん。わざわざ映画館と利益を分け合う義理はないもんね。でも、それじゃ映画業界全体が潰れちゃうかもしれん。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんなの応援が、うちらのモチベーションになるけんね。チャンネル登録もグッドボタンも、両方頼むばい。さて、話を戻すよ。ネットフリックス側は、決して映画館を潰そうとしているわけではないと主張しているの。ネットフリックスは、ワーナーブラザースとの契約が前進すれば、劇場公開はそのまま維持されると主張し続けているの。口では何とでも言えるけんね。維持するって、具体的にどれくらい維持すると？ 18 日とか言い出さんよね。サランドス氏は、同社の現在の立場を明確に強調して、こう言ったの。映画は、劇場で45日間上映され、毎年、健全で充実した作品ラインナップが揃っており、今後もそれが続くだろう、ってね。45日間って明言したんやね。まあ、今までよりはマシやけど、昔の映画に比べたら、随分短い気もするね。さらに、サランドス氏は、この45日間という期間を維持することが、潜在的な買収の経済性にとって不可欠であると付け加え、この取引がうまくいくかどうかは、我々にとって条件付きだ、とも言っているのよ。つまり、45日は映画館で上映して稼がないと、高額なワーナーの買収費用の元が取れんけん。絶対に映画館で上映するばいってことね。規制当局とか怒っとる映画館のおっちゃんたちをなだめるための必死なアピールって感じやね。まさにその通りだよ。この声明は交渉を注視してきた規制当局と劇場経営者の両方を安心させることを意図したものと思われるの。それでもサランドス氏の度重なる保証は会議論者を鎮めるには至っていないんだよ。まあ、信用されとらんのやろうね。普段の行いが悪いけんやろ。多くの劇場オーナー、映画制作者、業界関係者は、ネットフリックスが自社映画の劇場公開期間を短縮、あるいは全く公開しないという長年の実績を指摘し、依然として警戒感を抱いているの。さらに、サランドス氏が過去に従来の劇場公開モデルを時代遅れと一周した過去の発言もあって、それが会議論をさらに煽っているんだよ。自分で映画館なんて時代遅れやって言い切っといて、いざワーナーを買収したくなったら映画館は大事にしますって手のひら返ししたんやね。そりゃあ誰も信用せんわ。ダブスタもいいとこやね。批評家にとっての最大の疑問はネットフリックスが今何を約束しているかではないの。同社がワーナーブラザースの映画制作パイプラインのコントロールをしっかりと掌握した後も、その約束を維持するかどうかが問題視されているのよ。買収さえ成功すれば、こっちのもんで、後から、やっぱ時代遅れやけん。劇場公開は、やめます、で裏切るんやないかって思われとるんやね。完全に狼少年状態やん。そして、この絶戦は、テレビ出演での発言だけにとどまらなかったの。キャメロン監督の政治家への働きかけに、直接答えた書簡の中で、サランドス氏は、さらに暴言をエスカレートさせたんだよ。書簡って、手紙とか公式な文書のことやろ？そんな公式な場で暴言吐いたと？なんて書いたん？
サランドス氏は書簡の中でキャメロン監督はワーナーブラザース映画の劇場公開に対する我々の立場と約束を故意に誤って伝えていると書いたの。故意に誤って伝えているで要するにあいつはわざと嘘をついてるデマゴーグだで公文書で罵倒したってことやね。大手企業のトップが映画界のレジェンドに向かってそんな喧嘩腰の文章を出すなんて信じられんね。本当に異例のことだよ。これは大手映画会社のトップとハリウッドで最も成功した映画制作者の一人との間の論争としては異例の厳しい言葉なの。ジェームズ・キャメロンとネットフリックスの対立は単なる個人的な意見の相違ではなくて業界全体の不安を反映しているんだよ。確かにアバターの監督だけの問題じゃないもんね。映画館で働く人から裏方のスタッフまでみんな戦々恐々としとるんやろな。その通りだよ。映画館の興行会社、労働組合、ライバルスタジオはみんなネットフリックスが最終的に経営権を握った場合にワーナーブラザースの映画戦略がどうなるかを固唾を飲んで注視しているの。キャメロン監督にとってこの懸念は自身の大ヒット作を世界的な現象にするのに役立った伝統的な劇場のエコシステムを保護することに根ざしているようなの。キャメロンにとってはバカでかいスクリーンと最高の音響でお客さんに見てもらうのが映画の完成形やもんね。スマホのちっちゃい画面でしかも早送りとかされながら見られるのは我慢ならんのやろうね。一方でネットフリックスにとって彼らの発信しているメッセージは明確なの。同社は映画館を壊すことなくハリウッドでの存在感を拡大できると主張しているんだよ。でもそのメッセージの音色がギスギスしすぎとるんよな。葵、すごくいい表現だね。ザットパークプレイスでもこの瞬間を特に注目すべきものにしているのはその音色だと指摘しているの。ストリーミング戦争の時代において一流映画制作者と大手ストリーミング会社のトップとの間での口論はより一般的になってきたの。でも偽情報に対する直接的な非難はワーナーブラザースとの戦いがいかに激しいものになっているかを物語っているの。そりゃあそうやろ。どっちも引けない大勝負やけんね。でも、この泥沼の戦いについて、ネットのみんなは土源を持っとるん？ネットユーザーからの反応もすごく分かれているよ。例えば、こんな意見があるの。ネットフリックスがワーナー買収したら、映画館で見るような大迫力の大作も、全部、スマホやタブレットで見るの前提で作られそう。映像のスケールが小さくなるのは嫌だな、と。わかるばい。爆発シーンとか、スマホで見ても、迫力半減やもんね。一方で、こんな意見もあるの。キャメロンの言うこともわかる。映画館のでかいスクリーンと音響で見るからこその映画体験だよね。でも、ぶっちゃけ、今の映画館のチケット代は高すぎるし、ネットフリックスの月額料金で、早く家で見られるなら、消費者としては、そっちの方がありがたいかも、と。現実的な意見やね。確かに、家族全員で映画館に行ったら、ポップコーン代も合わせてえらい金額になるけんね。安くて手軽な方に流れるのは、消費者の本音やろ。さらに、対立そのものへのこんなツッコミもあったよ。サランドス CEO がテレビや書簡でここまでマジ切れするってことは、キャメロンの指摘が図星なんじゃないの？余裕がない証拠に見える、と。あはは、まさに私がさっき言った通りやん。必死に嘘だ、デマだって叫べば叫ぶほど怪しく見えるんよね。現在、規制当局がすでにこの取引の可能性を独占禁止法などの観点から厳しく精査していて、競合他社も地位を争っている状況なの。だから、この論争がすぐに静まることは期待できないよ。パラマウントも裏で手引いとるし、泥沼化は避けられんね。どちらかといえば、ジェームズ・キャメロンとネットフリックスの戦いはまだ始まったばかりかもしれないよ。今後の規制当局の判断やワーナー買収の行方から目が離せない状況なの。いやー、映画の本編より、このハリウッドの権力闘争の裏側をドキュメンタリーにして、ネットフリックスで配信した方が、よっぽど儲かるんやない？葵は、本当にブラックジョークが好きだね。ということで、今日は、ネットフリックスとジェームズ・キャメロン監督の激しい対立、そして、映画館の未来の話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。